はい、ネクターテクノロジー社パノラマの解説第2回目となります。ここでは T シリーズに付属するネクタリンとの連携を確認していきましょう。このネクタリンはプラグイン規格 AU、VST、VST3 のソフト音源を読み込むことができ、そのソフト音源のパラメータを自在に T シリーズ上のフェーダー、エンコーダーにアサイン可能となる製品です。またこのネクタリンを仲介することで AU 規格のロジックプロで VST プラグインを使用することができたり、その逆ですね。VST を扱う DAW でこちら AU 規格を読めたりと、このあたりも非常に嬉しい機能かと思います。またネクタリン上で設定を行ったパラメータはすべて保存しておくことができ、楽曲間を問わずいつでも使用が可能です。そのため DAW を使っての音楽制作の効率が飛躍的に高まります。それでは実際に解説に入っていきます。ネクタリンを使用するには、前回の DAW インテグレーションと同様に、ネクター社のサイトにアクセスして、ファイルをダウンロード、インストールしてください。それでは実際にネクタリンを使用していきましょう。まずネクタリンは通常のソフトウェア音源として起動します。このようにですね、空の状態で立ち上がりますので、まずはセットアップを行います。上のセッティングスをクリックします。このプラグインオプションズという部分をクリックします。このようにですね、AU、VST、VST3 どれをスキャンするのかということを決められます。すべて使用したいといった場合は、個別にスキャンを行ってください。ここでは VST3 を例に進めていきます。この場所から読み込まれるというのを確認できます。場所に問題がなければスキャンをクリックします。このようにスキャンが始まります。スキャンが終わりますと、このようなウィンドウ出てきますので、OK を押します。この上のメニューにスキャンしたプラグイン表示されますので、読み込みが行えます。ここではですね、ネクター社ポルトを選択してみましょう。このような形で立ち上がりました。通常通り、この時点で演奏が可能です。このエディットボタンから現在のアサイン状況を確認することができます。現在ですね、このようにエンコーダーやフェーダーにボルトのこれらパラメータが割り当てられているということを確認できます。そのため T シリーズからすぐにボルトをコントロールできます。このネクタリーをコントロールするモードがこちら、インストゥルメントです。モードを切り替えますと、このノブで今アサインされているパラメータを変更できるという形ですね。このボルト以外にも多くのメジャーソフトシンセのマッピングが事前に登録されています。この右部分見てみますと、ホーム、ページ A、ページ B などが用意されていまして、クリックで切り替えることができます。ページごとにですね、エンコーダーにアサインされているパラメータが変わっていきます。実機からコントロールを行うこともできます。インストゥルメントモードが選ばれているのを確認して、セットアップメニューボタンを押します。この右のエンコーダーを回してページを指定、目的のものを選択します。そしてこちらエンターで確定となります。もう一つ、他のソフト申請を例に確認してみましょう。Cubase Pro に付属するスタインバーグのレトロローグ、これを選択します。そうしますと、ネクタリーの中にレトロローグ立ち上がりまして、同様にこのように演奏が可能です。エディットをしてみましょう。こちらもですね、すでにかなり細かく割り当てられていますね。この段階でエンコーダーを回すと、このように割り当てられたパラメータと連動しています。非常に便利なんですけども、これをですね、使用用途に合わせてカスタマイズしたいという場合もあるかと思います。この方法を確認していきます。まずはエディットボタンを押します。このように左にソフト上のパラメータすべてが表示されます。この中を確認して目的のものを探していきます。それでは初期画面のホームに割り当ててみましょう。例えば3番目のエンコーダーに LFO のフリーケンシーを割り当てたいとします。方法は非常に簡単で、そのパラメータをドラッグするだけです。実際に確認してみましょう。このような形で LFO のフリーケンシー変化しています。またページが足りなくなって新たにページを追加したいということもあるかと思います。この下部分ですね、アッドページを押しますと、このように空のページが立ち上がります。ダブルクリックでリネームを行うこともできます。例として ADSR とつけてみます。例えばこれはフェーダー側でコントロールしたいとします。こういった場合ですね、ページの種類を選ぶことができます。このような種類用意されていまして、エンコーダータイプやフェーダータイプ、下のボタンが有効なものだったりとか、これらを指定することができます。今はですね、フェーダーを使用したいのでこれを選択します。先ほどのエンコーダーと同様に、左から割り当てるパラメータを選択して、目的のフェーダーにドラッグするだけです。アタック、ディケー、サスティーン、リリースのような感じですね。そして画面の方を確認してみますと、こんな感じでしっかりと割り当てた ADSR 反応していますね。先ほどはですね、セットアップメニューからこのページ切り替えるとお伝えしましたけども、もう少し直感的に切り替えを行いたいという場合もあるかと思います。そういった時に活躍するのがこの下のボタンですね。この部分に対してページの切り替えを割り当てることもできます。その方法なんですけども、今 ADSR、次にグローバルに行きたいとします。
任意のボタンをクリックして、ここからですね、ページボタンというのを追加しますと、ナビというものが出ます。今、行き先がホームになっていますので、この行き先を次のグローバルに変更します。これだけですね。あとはこのボタンを押せば、次のグローバルに切り替わるという感じです。グローバルに飛んだら前後、ADSR とオシレーター1、こちらに切り替えたいという場合が多いかと思います。同じ要領で設定してみましょう。まず左側のボタン。ホームではなくて、その前の ADSR。そしてもう一つのボタンは NEXT のオシレーター1に飛びたい。こんな感じでオシレーター1に飛ばそうと。そうしますとこのボタンからすぐに切り替えが可能になります。ここも覚えておくと非常に便利かと思います。またこれらを行った設定や割り当てを他の場面や楽曲で使いたいということもあるかと思います。そういった時はこの右下の Save Changes を選択します。この時点でこれら設定保存されます。このように新しくネクタリンを立ち上げて同じ音源を呼び出したとします。そしてエディットを確認してみましょう。このようにですね、何も表示されないといった場合は、この右上ですね、こちらをクリックするとこのように表示されます。そうしますとこのように保存された状態が反映されて立ち上がります。制作の効率が非常に高まるかと思います。そしてもう一つ、今はですね、あくまでもこの割り当て、設定を保存しました。中には同じ音源でも異なるサウンドを保存しておきたいという場合もあります。そういった時はこのブラウザーを使います。方法も簡単で、このプラスボタンを押すだけです。そうしますと、プリセット保存されまして、今使っている音源も表示されます。今このプリセット名、ノーネームとなっていますけども、このリネームボタンを押しますと、任意の名前に付け替えることができます。シンセ1と付けまして、OK を押します。このように名前が変更されました。もしこのプリセット必要なければ、こちらゴミ箱から消すこともできます。そして各プリセットにはタグを付けることもできます。このタグアイコンクリックしますと、このようにカテゴリーを決められます。例えばカテゴリーはベース、ティンバーはという感じで選択していけるんですけども、中にはこれら項目に該当しないという場合もあるかと思います。そういった時はこの中に新たな項目を追加することができます。このプラスボタンをクリックして目的の名前を入力します。このようにベーシックとしまして OK を押します。このようにベーシックが作成されました。これらが終わりましたらタグアイコンを外すという感じですね。そうしますと今シンセ1というのはこういうものという感じでしっかりと登録が行われます。今後プリセットが増えてきた時にこの部分から絞り込みを行えますので非常に便利かと思います。そしてネクタリンの売りもう一つあります。それがですね、複数のシンセをレイヤーできるといった点です。今音源の下部分確認してみますとプラスボタンが用意されています。これをクリックしますとちょっと下に下がります。ラックのようなものができます。ここからレイヤーするソフトシンセを選択したり、先ほどのプリセット、こちらを選択することもできます。それではこのレトロログにボルトを足してみましょう。そうしますとこのように縦で並びます。サウンドを鳴らしてみますと、このようにレイヤーして演奏されます。この部分からボリューム、そしてパンの変更を行うことができます。これですね、同様の手順で8つまでのソフト申請を重ねることができます。このプラスから3つ目という感じで追加ができます。そしてこの時に便利なのが T シリーズのマルチモード。このように音源をレイヤーしている時に選択しますと、1から8ですね、重なっている各ソフト申請のボリュームをコントロールできます。例えば今1番がレトロローグ、2番がボルトと演奏してフェーダーを動かしてみます。1番完全に下げましたので現在ボルトだけですね。このようにレイヤーのボリュームバランスを取ったり、エンコーダーにも対応していまして、1つ目のシンセから最大8ということになります。今1番がレトロローグ、そして2番がボルトです。1番を左、そして2番を右。このようにですね、パンを変更することが可能になっています。非常に柔軟にサウンドコントロールを行っていけるんじゃないかなと思います。はい、ネクターテクノロジー社パノラマ T シリーズの解説、全2回にわたってお送りしてきました。ネクタリンを使用することで、この T シリーズを最大限に活かしたコントロールが可能になります。前回のダウインテグレーションと合わせて非常に頼もしい製品となっています。新たなキーボードをお探しの方は、ぜひチェックしてみてください。といった形で今回の解説はこれで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。